んなは程いい関係。い。まあ本当にそんな感じに見えますけどね。そういういいのが好きなんですよ。あ主人が頭いいから、はい私がパーだから。もうちゃんとメモ通りに買ってきたよって買って出しても優しいんですよ、もうそういうとこが。この笑顔。なんかね、奥様から笑顔が好き、笑顔を見るのが好きって言われることないと思うんですけどね、そんなにね。奥様はもうちょっと後から来ます。はい、よろしくお願いします。お願いします。よいしょ。もうお店って何年目ぐらいでしたっけ17、18年ぐらいになるんですね。いや、厨房とかね、はいお店とかめちゃめちゃ綺麗なんで、ようこう、いいこんな綺麗に保たれてらっしゃるなと思って、すごく感心してます。そこまでなんですけどね、まあ、ちょこちょこ今の時間に。いや、やっぱね、普通に見たらやっぱすごいですよ。もうね、飲食店のね、厨房とか修羅場なんでね。
んが集中するのは平日の方が。あ、まあそうですよね。だから土日はその昼過ぎなんかもずっとお客さんが来てくれますね。一番出るメニューはカツ丼とかカレーとかですか？そうで一番はやっぱりカツ丼ですよね。ですね。はい、その次がカレーとかカツカレーとかですけど。これ1回に3キロ炊くんで1袋だいたい3キロを仕入れてるんですけど、お米屋さんが間違えて2キロを持ってきてるこっちで測り直さないといけない。あお米を炊くのは1日1回。はいはい。お米を炊くのは1日1回。いやいや、もうずっと続けてずっと続けて炊く。ずっと続けて何回ぐらい炊くか、多い時ではやっぱり10回ぐらい炊くかもしれないし。じゃあ大体もう30キロぐらいそうですね。になりますかね、はい結局。カツ丼とかに使う丼のタレですね。あ多かったんですけどね。今日はどうかな。ちなみに奥様は、ね、長崎のどちら出身なんですか？長崎の佐世保あ、佐世保ですかね。はい。佐世保ですね。はい。はいまあ僕ちょっと南島原の方なんでね。はいはい。まあまあ。あ、そうなんですね。同じ長崎ですね。まあね。何用のお肉ですか？
これはカレー用あカレーの豚肉ですね。まあ、うどんのだしを作ってるんで、それが温まったら次にカレーを作ります。だってですねもうしょうがないからね、もうするしかないですよねもうそれでたまたま来てて、大学生の子はちょっと1人もう1ヶ月ぐらいになるんですけど、今ちょっと入られて、まあでもね、ちょっとね、一躍有名にね有名かどうかわかんないですけど、なんか有名かはよくわかんないけどなんか知らんけど、日本の出汁は全部あごだしベースであごだしとこの既製品のうどんつゆをベースにしたカツオとか昆布とか、なんか関西風の、関西風、つゆを使ってます。はい。カレーはですね、やっぱり一番いろいろ手をかけてるんですよね。ベースのカレーのルーは変わらないんですけど、それにちょっと足すやつをいろいろ試しながら。バターとかニンニクとか砂糖と別のカレーのルーを2種類ですね。ほらカレールーは全部で3種類をブレンドしてるんですよね。このカレーは今日今作ってるやつはまた休ませるんですか？休ませるんですけど、昨日ちょっとカレーがいっぱい出たんで、最後の方には使わないと足りないかな。寝かせた方が馴染むんですけどね。こういうね、付け合わせとかでもバカになるからですね。そうなんですよ。東の海岸から何時間かかったんですか？にょんと。いや、でもね、海外の方よう見つけてくるからですね。すごいですね。韓国からね、脱退できたね。最初にかな。最初の方に。上手に持てんのですよ、こう千切りが包丁でこれやっちゃって、もう1ヶ月ぐらい大怪我しちゃって、だけんちょっとこう千切りだけしてもらってちょっと上手だからはい。
でゴソって感じであーって言ってもう病院行ってはいこれがもうこうなるまでに時間かかっちゃってここも怪我が多いんですよ結構多いよこれでも怪我するんですよスライサーでおしゃってやるんですよまあやりますよね。やりますこれも結構鋭いんですよ歯がなのでやっちゃいますねで急に上がったですね。また上がりましたよ。どんどんね、高くもうもともともう2、3年前に比べたら上がってはいたんですけど、またさらに上がってきて、なんか鶏肉は厳しいですね。だからこれでやったら卵養鶏場も大変ですよね。そうですね。はい、その猛暑でから夏場はエアコンとかですね入れたり大変やなって思いますね。唐揚げは今日何キロぐらい上げられるんですか？あ、唐揚げですか。今日は4キロ朝はですね。で出方見てまた昼から5キロとか4キロとか上げたり、ね、なんか知らんけど。なんか結構あれですけど、やっぱり、特に僕らはこうそうだからですけど、唐揚げとか食べたらご飯食べた気がしないです結構ねやっぱり充実感があるんでこう17、8年もなんかこの清潔感をね保ってるのはすごいなと思うんですけど。そうですかね設備はめちゃくちゃ古いですよ昔全然古さを感じないのでね。いやもうこの椅子も私100均から買ってきてね買ったんですよこれですか。これいいですよキャッシュレスの自分でもう一通り携帯でする感じですね。最初はちょっと普及しなかったんですよ、めんどくさいって言ってでも今だいぶで年配の方買えない方多くてああどうするんだっていう時に私たちがすぐ出てくるでできるからこのやり方いいと思います。そうですねカレーの仕込みもほとんど毎日ですか？いや、大体2日に1回ぐらいですね。2日に1回、2回分して、特に大分風とか長崎風とかってことはないから、それは特にないですね。もう一番のあれは何でも準備さえしとったら行きます。何でももうこれちょっと欠けてるねって言うとなったらちょっとダメなんですけど準備さえしとったら難なく使っていきます。でも2人とも大体こう分かってるから何も言わんでもそれぞれが進むみたいなだけ早いんで
でしょうね。はいはい、あうんの呼吸というか、ね、わかんないけど、はやっぱりこうパートさんとかアルバイトの子入れてたらこうしてああしてって指示い、まあそうですね、必要じゃないですか、はいそれがないから、はいそれぞれがはいオーダー来たら買って僕から早いと思うですね。それは唐揚げになんかコーヒー用のミルク入れられてましたね。コーヒー用のミルクというか。そうなんですよ、はい臭み消しでは入れてますこれがもう手っ取り早いし長持ちするしい。で、これはまた漬け込むんですか。これは漬け込みで、一晩置くんですね、そしたら味がなじむので、それを揚げます。こう塩麹を結構入れるから柔らかいんですよ、うちの唐揚げは。これで置きます。まだもうもうお店はもう体力が続く限りですやられる限感じ。りでしょうけどね。はいなかなかね。はい、まあいろいろあっちこっち体のここがおかしいとかいうのも出てきますけど、まあ血圧の薬飲みながらやってます。2ヶ月ぐらい前からカレー粉を最後に足してやってるんですよね。ああ、また足して。ああ、これはいつもやる作業。そうです。ははいい。カレーにスパイス感が出ますもんね。まあ後出しみたいな感じ。そうですね。熱通すとどんどん逃げてしまうんで、は最後にまあちょっと足してやる感じですね。全部でやると、50な、あ、ちょっとあんまりいっぱい入ってないからあれですけど、60人分ぐらいは。はい。カレーも作り足しですもんね。そうです。なんか使ってましたっけ。ゆで卵がタルタル。いっあ、タルタルか。ぱいですもんね。ピクルスとかなんかいろいろ入ってる。はいこれはらっきょうで作るんですよ。へえ。ラップで作ったこれ。らっきょうで作るから美味しいですよ。甘い感じで。うんうん。まあね、チキン南蛮がね、あんだけ結構出るとね、大変な料理で。もうタルタルも作る、甘酢も唐揚げも揚げなくちゃいけない。はいもう一番手間かかるかも。定食とか南蛮の。まあでもね、お二方本当好意じゃないですけど、すごい仲いいじゃないですか。仲いいのかな。仲いいと思いますよ。なかなかね、もうよくわからんまんま来てますみたいな。もう仲いいんでしょこれ。ご結婚されて何年ぐらい経つんですか。何年かな。主人に振る。もう30年ぐらい。 30年ぐらい。30年経つね。経つよね。あ30年ぐらいだ。私ももうなんか数えると自分の年すらも何歳かなって感じです。頭おかしいでしょ。なんかどうでもいいなみたいな。仲いいじゃないんですけど、あんまりお互い干渉せんとこがいいとかな。まあそれがね、すごいいいとは思います。いいとは思いますっていうかね。そうですね。長続きのコツみたいな。秘訣です。秘訣です
まりガーってこないから、は自由にはいのびのびとみたいな。い。もう大事なことです。指示とかあんまりしないから、はいこれそれあれそれなんかはしやすいんでしょうね。お店のあんまりストレスなく。いはい。もうあれでしょ。だからずっと30年間はもうずっと一緒に仕事を。いやでもあれですよ。単身赴任が長かったから、もうそれぞれ別の、私も花関係にずっと長崎にいたから、主人のお店手伝ったのはまあこっち来てからなんで、それまではずっと全然別の業種にいたから、一緒にはずっといません。ああ、そうか。もう別々に住んでたから、しばらくは。20番でお待ちのお客様。はい、待っててください。
番号でお呼びします。37番でお待ちのお客様。3番から6番でお待ちのお客様。もう能天気にしてる。だいたいこの時間から5時ぐらいまではお互い休憩するんですよ。はいはい。交代交代で休憩したりとかもする時あるんですか？マッサージチェアがあるからあれ。チェアだな。それをちょっとそこに転ぶんですよ。30分ぐらいかな。まあでもそれぐらいしないとやっぱ体が持たないですよね、やっぱりね。そうですね。主人が今整骨院に通ってるんですけど、はい整骨院やな、整形外科。整形外科。整骨院も行ったんですよ。はい。結局こう腰腰腰が痛くなって背中まで痛くなるっていう感じなんで。ああ。それで病院に。はいはい。で整形外科でリハビリしてもらったら、はい。結構マシになって、だいぶ楽になりました。はい。まあ痛いのは痛いけど、はい、もうコルセットしないととか湿布しないとまではいかないですね。もういい加減行きなさいって言って行かせたんですよ。はいはい。最初そっちの整骨院に行かせたら、はい、鍼灸針をしたんですけど、はい、もうそこはもうちょっとやめたってね。時間が長すぎて。はい。だけど整形外科ちょっと行ってレントゲン取ってもらいって言って、はい、でこっちの海八幡の近くにあるんですね、はい、そちらに行ってます。はい、はい、そしていい感じよね。もう全然なんか痛いけどひどくならないなかなかこうね、男性の方は病院に来たがらないでしょ。もうね、もういつもなんかね、もうほんとしょっちゅう病院ですよ。はい、ですか。もうほんと血圧も高いから。はあ、そうか。血圧もなんかって言われましたね。はい。この小山内科に月に1回薬もらいに行ってるんですよ。はいはいはい。ちなみになんですけど、なんかせっかくなんであれですけど、奥様とご主人さんってどちらでお知り合いになられたんですか？もともと。職場ね。職場。はい。飲食店。私がもともと弁当屋に勤めてて。はい。でそこでパートさんで入って。はい。へえ。それからですね。はい。その時はご主人さんってその大分からどっか別の場所に行かれてたんですか？いや高校まで大分いて、はい、で大学で長崎来て。ああ長崎。好きでしょ？好きですね。好きですね。一緒なんですよ。言い方
もあれですけど、なんか出れば出るほどお店の負担がかかってくる。だけど本当やったら店内がいいでしょうけどね。面白くていいでしょ。割になんかこう値段を間違うからって対応もない理由です。そうでした。そうなんですよ。もうだからね、こう店内と持ち帰りの値段違うと間違える。今ね、だいぶ間違える方少なくなったんですけど、昔ボタン式だったんですよ、券売機の。そしたら持ち帰りボタンを押さないでそれ買っちゃう、もうごっちゃになっちゃって、もう面倒くさくなっちゃうじゃないですか。なのでもう取らない。でも券売機だから良くないって思うんですけどね。はい、まあそこはね、もうこれ最新式に変えたけど、前はむちゃくちゃね、やっぱ持ち帰りやったとか、これは店内とか、結構そういう声が多くて、ちょっと多かったですよ。大変ですもんね。安かったから余計に昔は。出たんだけど、ジュースの大きいの持ってきて持ち込みしても、これもありだろうみたいな、何も考えてません。友達と来て学生さんが一人お弁当食べてるんですよ、そこで。何も言わずに。もう緩いんですよ、ここ。もう超緩いです。めんどくさがりや。言われてますよ。でしょ。めっちゃ言われてますよ。毎回これ言われてた。いいですね、この休憩中の雰囲気がね。逆にね。ここはバイトの子とか。あ、そうなんですか。ここはあんまり誰も座らんのです。だいたい私音楽聴くか、携帯もう充電器あるか。まあでもね、大体一日の大半ここで過ごすわけじゃないですか。ここっていうかお店でね。なんでかしらもうここ邪魔かけん、こっち来んねっつっても絶対ここですよ。なんか外が気になるんじゃない。そう、お客様が気になるから。そこがね、やっぱり見えるからですね。立って行ってくれるから。もう私がここに座ったらもう主人が行くみたいな。しょうがないみたいな。だからご主人さんが動いてからもしまたなかったら奥様が行くっていう感じ。はい。大体でもそういうパワーバランスね。はい。朝はまあ私がどっちかというと強いからまあ頑張るんですよ。はい。でも夜は主人が強いから私は弱いからもうちょっと逆にだっていい具合になってるんですよ。大体今ぐらいから言ってくれますもんね。なかなかね、うまいことうまいことなっとっとですよ。もう。毎回これやのね。いやまあでもね、やっぱりこう見させていただいた時に、やっぱりこうもう一連のなんかこうコンビネーションというか流れが作業の流れができてるじゃないですか。あれはねやっぱ素晴らしいと思います。もう結局これがなくなる頃かなとか、これがもう必要だよねって、もう先を見てるから読んでるからうまくいくと思います。そうですね。もうなんかこう一日の流れを読み切ってるからあんまり慌てずにできるんじゃないでしょうか。そういうところがですね。指示されんでも自分で動くみたいな。私嫌なんですよ、指示されるのが。あ、そうなんですか。自分が動きます。どっくらいやろうか、100何人ぐらいで、160番やけど、そうか、味噌汁とかもあるか。あるけん、単品のちょっとしたとこまあでも大体は定食とかね、丼とかでしょうけどね。ぐらいかな。ぐらいかなっていう感じですね。今、わかりました。かっこよかったんですよ。いやいや、今もかっこいいですよ。なんかね、ハンサム。持ってます。へえ。若い時から。へえ。持ってます。いやなんかね、ご性格というかね、キャラ全体がねやっぱりねちゃんと
立ってるらっしゃるんでね、どちらもね。頭いいのが好きなんですよ。主人が頭いいから、私がパーだからこれなんとかしていやパーマだね。まあ確かにね、ご主人さんね、まあすごいですけどね。分かっとっても聞くね。ねえ、まあでもちょっと一つ言いたいんですけど、それだったら値段の計算ちゃんとしてもよくないかなって僕は思うんですけど。本当ですよ、私本当のことを言いました。とか消費税もらったらっていいとか。消費税入れてこのくらいの金額ってしたらっても、いやいやいやってだって自分は入れないとか言ってだってね、テイクアウトの値段とか別に計算するほどのもんでもないっていうかね、もうね、券売機だから。だけさっきも言ったように券売機が昔ややこしくて提出せないかんのですよ、計算を。へえ。まあ税率がね、あるからです。0.8 とまあね、だけどその計算がややこしいけん、ちゃんとしときたいですよ。それもあるからもうあんまりごちゃごちゃしたくない。まあそこはね、まあいろいろあるでしょうけどね。あ、そうなのみたいな。なかなかね、奥様から笑顔が好き、笑顔を見るのが好きって言われることないと思うんですけどね、そんなにね。もういっちゃなんですけど、もうね、その30年以上ね、のご夫婦の間でね。なんかね、落ち着くんですよね。へえ。分かんないんですよ、それが。なんて聞いても。絶対前世も親子か夫婦よねっていうんだ。なんかあんまり違和感ないです。へえ。やっぱりね、もう本当にもう一緒にいてストレスもなく、もう一緒にいたいんでしょうね、とにかくね。一緒にいたいんでしょうね。へえ。この笑顔。こんなん。程いい関係。へえ、まあ本当にそんな感じに見えますけどね。友達なんでしょう。まあただですね、それをずっとね、やっぱりもうその30年もね、やっぱりやってこれるっていうのは、それはまたすごいことですね。もうずっと昔からこんな感じなんでしょ。それがね、すごいなと思ってね。へえ。ちょっと頭がおかしい。そのまま片付けるみたいな。もうだいたいこういう唐揚げとのも直に揚げますね。ね、こういうもうざる類を洗って。もうこの辺りからもうカエルモードになって。6時前後ぐらい、前は5時ぐらいだったんですけど、今はもう6時行くか行かんかぐらいで起きて、もう朝の支度が大変です。朝ごはん作りが朝ごはんっていうか、もうちょっと私と主人の健康のためにと思って、もう毎日続けていることがあって、それをもう30分ぐらいかけてしないと、準備。ちなみにそれ聞いてもいいですか？はい、ご飯なのか、そこまでないんですけど、あれですよ、バナナとヨーグルトと黒酢、アマニ油、プルグラ、豆乳、全部むっこんで食べさせるんですよ。私もそれ食べて、私はそれにパンとスープも飲むんです。主人はご飯食べんしてやけど薬飲まんといけんでしょ。そうですね。それをもう毎日も何十年してるかな。ずーっとしてるね。ずー
とこれはは子供がいる時も子供は酸っぱいからいらんとか言うけど食べさせてました。もうこれが結構ね手間がかかるんですね。あれやっぱ結構手間かかるんですか？手間かかるっていうか。かかる。だけど私のお茶作るともコーヒー作るとも全部含めて30分ぐらいはそれに費やすからもう。朝だと結構大変ですね。大変です。朝起きてからもうそれをだいたい30分ぐらいかけて2人分作ってします。ですよ。プログラマーのコーンフレークとか安いのダメですからね。カルビーのフルグラしか。今正直ご主人のリアクションがそんなに美味しいというリアクションではなかったんですよ。正直なところ。お言葉ですけど、こんなしょうもない話されてるご夫婦そんなにいないですか？今世の世間に。私もうこんな話ばっかり。フルグラどうのこうのとかっていう話とかね、あんまりね聞いたことないです。そうでしょ、面白いでしょ。コーンフレークでいいじゃん、入れんでももういいよっていうのに、いや私はこれを入れるって言って聞かんの、赤の袋です。あれが大好きで。もうそれを何十年も食べてもう他のは使いません。あればっかり。たまにだけでいいって言うけどダメなんですよ。それ完成品じゃない。私は全部入れて最後のこれが完成品なんですよ。まあだからの話。多分そのご主人さん以外でも正直バナナとヨーグルトだけでいいと思いますよ。この中のそのね別にあまりどうのこうのとかね言われても結構どうかな。面白くないです。こういう私ねもう本当ね頭おかしいんじゃないかっていうことこだわりがあるんですよ。もうなんか。ただそのね、奥様がもちろんあれですけど、それを何も言わされずなんか数十年食べてるご主人さんが一番面白い僕は。もう多分ねわかんないですけど多分言いたいこといっぱいあると思うんですよ。ご主人さんはご主人さんで。お父さんフルグラがないどうしようっていやなくてもいいよって言ってそうよいや買ってこないかって私買いに行くんですよ。また頭おかしいのかもうなんかそれが完成品です。完成品こういう話をして、いつもアホなことして過ごしてます。そうするともやっとられるんですね。それはいいんですけどね、なかなかこう僕もいろんなとこ撮ってて、久しぶりにこんなしょうもない話撮って撮りました。そうなんでこうコーンフレークでいいだろうっていうなんでこう撮りながらこのしょうもない話を撮ってるんだろうって面白いやろ。でもこれが完成品なんですよ私的に。他のちょっと代用できません。もうなんかし笑うちゃう。本当にもう一番面白いのはなんかそれを数十年何も言わされず食べてるご主人さんが一番面白い。材料なかったら買いに行かされるわけでしょ。昨日がそうです。いつもこういう感じです。よう結婚してね30年ぐらい経つのにそんなこと要求できますね。はい。要求もするしなんかそれ言うこと聞くご主人さんがねまたすごいですけど。いや言ってきてって言ったらすでにはいって悩みながらも言ってくれます。だけ優しいんです。そこはね。そこがむちゃくちゃ。俺いかんとか言わそうも。本当ですか。言われたことない。いやもうねあまりもうこうあれですけど僕じゃなくても多分そこそこ普通の人でも何がフルーツグラノーラって言うと思うんですよ。疲れて帰ってきた時に絶対言うと思う普通の人は。もう僕はもちろん言うけど岩さんやった、もうちゃんとメモ通りに買ってきたよって買ってきてくれだすけどもう優しいんですよ。もうそういうとこが。
様はトイレ掃除。あ、そうです。トイレで掃除をしてます。数だけで客数で172ですね。172は、はい、昨日200ちょっとだから30人ちょっと昨日で少なかったですね。はい、170は、なんか興味本位であれですけど、例えば一番多い時でなんか何人とかあるんですか？いい時は、最近では250人ぐらい。ありましたね。正直心の底からどうでもいいです。いや私はでももうなんかこういうくだらないことで笑うんですよ。もうこれがウケるんですよね。面白いなんか。何やろね。これ結局とばっちり全部ご主人さんのことでしょ。なんだかんだ何言うたところでね。マジでウケるね。もういつもこういう話題でね、持ちきりでもね、なんかこんな感じやもんね。毎回。いや普通なんですよこっちが。私がちょっと頭狂ってるだけで洗脳されてます。だからね、本当にこう多分まあ僕も含めてですけど、世間一般的な人がもう今もう夜9時半ね、夜の9時半ぐらいで仕事が終わって疲れ果てた時にフルーツグラノーラ食べるとかって言われる筋合いは多分ない。グラノーラとヨーグルトと豆乳と買ってこいって買いに行きました。それを何十年もね。何十年もダメなんですよ、一つもかけたら。絶対ダメっちゃうね。かけたことあるかな。まあ何回かはあるよ。豆乳がないとか。牛乳で代用してた。ごめん牛乳でってうち謝ったやん。謝った。ごめん今日は牛乳でごめんねって言って。謝ったよ。いやまあ一応僕はこうね取材させていただいている立場でこう取ってはいますけど、心底どうでもいい正直なところ。この話はね私ねもうむちゃくちゃ好き嫌い。だけなん食べよるととか言って、社長とかから聞かれるでしょ、長崎の。だから私がいつもこう説明するんですよ。ほーって聞かすんですよね、みんなで。すごいみたいに。だからこうね、僕もこうだから今日は一応朝7時ぐらい来たんですよね、最初来て、それでまあ今日ずっとこちらのねお店を見せさせていただいて、最後にこのフルーツグラノーラね潰されると思わないじゃないですか。すいませんでどうでもいい話でした。でもそれがもう食べることで一日の活力になるんですよ。だけどもうこれはもう譲れんとこ。まあそこはねもちろんあれですけど、多分もう奥様が何言ったところで響かないですからね、こっちはね。もうグラノーラはいいね。まあそういうことです。そうですね。すみません、なんか今日いろいろとね、一日どうもありがとうございました。すいません。もうくだらない話ばっかりしちゃって。またわけわからんでしょ。またちょっと僕もお伺いさせていただきます。またよろしくお願いします。今日一日ありがとうございます。